皆さんがどんな部屋で工作しているかを、Twitter の方で送ってもらうように依頼していました。今日はそちらの方を動画でまとめていきます。まず一つ目がこちらです。マイクさんという方が写真を送ってくれました。見てください。この計測器がね、ものすごく並んでいますね。こういうのを見てるとワクワクします。で、測定器はテクトロニクスとか HP とか、あとロードとか、あとキーサイトとかいろいろありますね。この並んでる測定器見たときに全部高周波まで測定できるやつですね。なので何か高周波関連の仕事をされている方だと思います。左の壁の方にプローブ類を引っ掛けてありますけど、それがすごく便利そうですね。真ん中のテクトロニクスのオシロスコープになんか金属製の物体があるんですけど、これは何ですかね。もしわかる人がいたらチャット欄かコメント欄に書いてください。次はこちらの方です。ハンダゴテであったりテスターであったり、あとは発光のハンダゴテのゴミを取るやつがありますね。この金色のやつです。このパソコンのディスプレイの下のところに直流電源がひっそりと隠れていますね。金属ケースに収まった装置が見えますけど、右側のやつはこれは周波数カウンターですね。60Hz って書いてあるんで、多分関西の方に住んでいる方だと思います。で周波数が 60.000Hz じゃなくて 60.046Hz になってますね。で実は周波数っていうのはぴったり 50Hz、60Hz じゃなくて、変動しているんですね。なのでよく測れていると思います。で左下の金属ケースはこれ電子負荷だそうです。以前電子負荷を作った時にプレゼント企画で電子負荷の基板を差し上げたのですけども、それをですね、こういう風にちゃんと形にしてもらって、嬉しいですね。ありがとうございます。次はこちらです。これは工作環境っていうよりかどちらかというとデスク環境ですかね。でも左の方にテスターがあったり、あとはディスプレイの下のところにちょっとした電子工作品みたいのがあるので、多分ここでも作業している方でしょうか。このデスク環境なんですけど、なんかマイクがあったり、あとはオーディオインターフェースがあるんで、何でしょう、YouTuber でもやってるんですかね、この人は。で右の棚のところには 3D プリンターがありますね。で、その 3D プリンターの下のところにはタミヤの塗料があるんで、なんでしょう、これは。プリントし終わったやつに色でも塗るんですかね。次はこちらです。またすごい部屋が来ましたね。ちょっと見てみましょうか。手前のところになんかスチールラックを改造したものみたいなのがあって、で、その奥にはバッテリーですかね。なんか置いてありますね。で、これは反対側のアングルから見た写真で、右下のところになんか変圧器ですか、インダクターですか、そういったのが置いてあります。で、下のところにこのバッテリーがものすごい数並んでますね。18個並んでます。でこんなにバッテリーを使って何やるんですかね。で、次の写真見てみると、この棚のところに UPS 版って書いてあります。UPS というのは停電した時にも電力を送り続ける装置のものです。例えばサーバーなんかには UPS をセットで使うことが非常に多いです。サーバーの電源落ちたら終わりですからね。この UPS を使うっていうことで、非常に多くのバッテリーを使っていたわけです。でも単純な疑問なんですけど、なんで UPS を一から作ってるんですかね。次はこちらです。左側にオフィス用のパソコンデスクがあって、でその右側にちょっとした作業台みたいのがあります。オフィス用のパソコンデスクって非常に便利なんですね。皆さんも必ず買っとくといいと思います。ちなみに私は岡村製のパソコンデスクを使ってます。で幅がね、広ければ広いほどいいと思ってるんで、160センチのものを買いました。これは別アングルからの写真ですね。椅子の横にホワイトボードがあるじゃないですか。これは非常にグッドポイントですね。なんでかっていうと、ちょっと思いついたことをですね、このホワイトボードのところにこういう風に書くと、なんかいろいろまとまりがあるというかね、そういったちょっとしたメモとかをするのにこのホワイトボードがあると非常に便利です。次はこちらです。こんな感じで木製デスクの上にいろいろ工具であったりパーツであったり、そういったものを置いてあって、かなり綺麗にまとまっている環境ですね。作品の写真も一緒に送ってきてくれました。これはペンプロッターですね。で、なんか聞いたところによるとこの人実は中学生らしくて、中学生でこういうのを作れるくらい非常に技術力が高いというか、非常に将来有望な方じゃないかと思います。で、この右奥のところにこれはハンダゴテの金属の金田足みたいのがあるんですけど、
なんか皆さんこれすごいよく使ってますね。これいいんですかね。私はこのスポンジタイプのやつをよく使ってるんですけど、もし今度機会があったらカナダ足タイプのやつも使ってみたいと思います。発光のやつでいいんですかね。次はこちらの写真です。L 字型にデスクが配置されてますね。なんか見た感じ本当に工作部屋といった感じです。で、床の部分がこれカーペットが敷いてあって、これはいいですね。フローリングに直置きしてしまうと、結構重いものとかを落とした時に傷だらけになっちゃうんですね。多分フローリングの上にカーペットを敷いてると思うんですけど、これは非常にいいですね。私も真似したいくらいです。多分真似します。次はこちらの写真です。スチールラックのところになんかスピーカーであったり、これは真空管アンプですか？なんかそういったのが置いてありますね。こういったスチールラックが皆さん非常によく使ってると思いますね。私もここにスチールラックがあって、非常に重宝しています。でスチールラック分解できますし、あと値段もそこまで高くないんでね、1個か2個あると、こういう風に物をね、たくさん置けるんで便利だと思います。次はこちらです。なんか非常によくまとまっていて綺麗な作業環境ですね。上の棚にはパーツボックスの引き出しのやつがあって、下のところには、ちょうどダウンライトみたいのがついてて、これはいいですね。手元がね、よく照らされていると作業もしやすいんでね、非常にいいですね。あと、金網にこういう風に工具類を引っ掛けるようになってて、それも非常にいいです。ちなみにこの人も発光のカナダ足を使ってますね。そんなにいいんですかね、発光のやつは。これはまた同じ人の写真なんですけど、ボール板であったり、なんか切断する機械みたいのがあったり、あと右側の方に青いのがあるんですけど、これは多分 3D プリンターですね。なんか皆さんやっぱ結構 3D プリンター持ってますね。やっぱ工作する人は自分でちょっとしたプロトタイプ作りたいとかあるんで、やっぱ 3D プリンター人気ですね。でも一般人に必要かって言われたら、多分必要ないですし、そもそも使いこなせないですよね。なんか 3D プリンターを家庭に1台みたいな感じのことが、なんかちょっと昔にありましたけど、やっぱそれ難しいですよね、現実的に考えて。作ったものの写真も一緒に送ってきてもらえたみたいなんですけど、これはなんか自作カメラらしいですね。カメラって自作できるんですね。これはレンズをなんか取り替えられる装置みたいな感じですか？ちょっとわかんないですけど。次はこちらの写真です。なんか装置類がたくさんありますね。赤い枠のところに電源装置が、4、5台くらいありますね。で、その左側のところにオシロスコープ類が、見えます。で、このオシロスコープなんですけど、これはブラウン管使ってるやつですか？ブラウン管ですよね、多分。今新品で買えるオシロスコープは全部液晶になっちゃってますね。そもそもブラウン管で作るとコンパクトにできませんからね。どうしても奥行きが出ちゃいますし、あと値段も高くなっちゃいますからね、ブラウン管の分で。ただこういった古いオシロスコープも趣があるっていうんですか？なんかそれもいいですよね。で、ブラウン管のオシロスコープで低周波の信号を、例えば 10Hz とか 3Hz くらいの信号を測定すると、こういう風に信号が動いてるのがわかるんですよ。多分液晶のデジタルオシロスコープだとそういうの見れないんじゃないですかね。ブラウン管のオシロスコープでこういう風に波形が動いてるのを見ると、それはそれでまた楽しいものですけどね。次はこちらの写真です。ちょっと画質が悪いんですけど、仕方ないですね。この作業環境を見た感じ、多分ガレージかどっかで、やってるんですかね。自分もガレージとかね、あったらやりたいんですけど、それにはもうちょっと広い家が必要ですね。次はこちらです。手前のところになんか、ボートみたいのがありますね。なんか作ったやつだと思います。で、奥のところに棚があって、こちらの方に測定器類であったり、あとは 3D プリンターもありますね。で、一番右の方に棚があって、金属製の棚で、これはなんか見た目もいいですし、あと便利そうですし、頑丈そうですね。この机の上にテスターと電源とオシロスコープがありますね。でこのテスターは青色なんで多分日置とかそういうやつですかね。で、この机の上のところにリゴルのオシロがありますね。
リゴルのオシロね、安い割にそこそこ動くんで、割といいと思いますよ。初心者にもおすすめできるオシロスコープだと思います。概要欄に Amazon のリンク貼ってあるんで、もしよかったら見てください。ちなみに私も昔リゴルのオシロスコープ使ってました。今でもたまに使ってます。次はこちらです。左のところにサムスン製の紙のプリンターと、あと机の上に 3D プリンターがあります。やっぱ 3D プリンター人気ですね。で、ディスプレイはこれ、ノートパソコン使ってるんですけど、全部で3つありますね。やっぱディスプレイ2つ以上あると便利ですよね。視線が右左のディスプレイで、行ったり来たりすることはあるんですけども、それ以上にね、やっぱ画面が広くなるんで、便利です。次はこの写真です。なんか、いろいろ工作してますね。この下の床に置いてあるのは、これは何ですかね。見た感じ、MOSFET か、IGBT が、全部で6個使われてるんで、これは3層インバーターですか？で、左側のところに、インバーターのコントローラーみたいのがあります。そうですね。で、奥の本棚のところにモーターがあるんで、これはおそらくほぼ 100% 3層インバーターだと思います。で、左側のオシロスコープのところに電圧波形が出てますね。これは何でしょう？ゲート信号ですか？ちょっとそこら辺はよくわからないですけども、このセットでモーターを駆動するといった実験設備でしょうか。で、一緒に送られてきた写真なんですけど、なんか部屋にね、電車用の信号機がありますね。この信号機って本物ですか？信号機とかって手に入るんですね。なんかヤフオクとかでこういうのって手に入るんですかね。それともなんか鉄道会社がたまに中古品のものをなんか放出したりしてますけど、そういったところでこういうのを変えたりするんですかね。次はこちらです。見た感じ、なんか 3D プリンター系の工作部屋って感じですね。右奥のところに 3D プリンターありますね。なんかこれさっきもなんか似たような 3D プリンター使ってる人いましたよね。なんか人気なんですかね、この 3D プリンター。で、3D プリンターの横にフィラメントボックスがありますね。なんかよく見てみると湿度計みたいのがついているんで、ちゃんとフィラメントの管理もされているようです。フィラメントを実際に湿気するとポキポキ折れちゃうんで、除湿は必要ですね。で、作業机の方はこれは窓に向かって作業机が配置されるような形になってます。なんか結構新しい感じの配置ですね。ただ太陽光って結構良くて、蛍光灯とかと比べると、炎色性が太陽光100ですから、物の色が本物になるんですね。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、太陽光の炎色性が確か100だと思うんですけど、蛍光灯とかに比べて非常に物の色がはっきりとよく見えるというか、綺麗に見えるんですね。なのでこういった風に窓側に配置するのも、例えば動画を撮るときとかだったらありかなと思います。ただ、日焼け対策とかもね、する必要がありますね。次はこちらの写真です。これは電子工作っていうよりかは機械工作ですか？なんかボール板であったり、いろいろ工具類が壁にかけてあったり、なんか非常にかっこいいですね。なんかスピーカーもありますね。音楽かけながら、なんか作業する感じですか？なんか良さそうですね。で、これ次の写真ですね。なんかこの人は機械工作だけかと思ったんですけども、ちゃんと電子工作もやられてるみたいです。やっぱ広いガレージとかがあると工作の幅がぐっと広がりますよね。ガレージまであると電子工作プラス機械工作みたいなこともできて、これはもう真似したいですね。次はこちらです。これは学習机のところを工作スペースにしてるみたいですね。で、机をちょっと改造して、電線をこういう風に引っ掛けるところがありますね。引っ張るだけで電線が出てくるので、なんか良さそうですね。自分はちなみにこれはやったことないんですけど、使った人の感想が聞いてみたいですね。やっぱり便利ですか？これは。左の方には工具を引っ掛けるような金網があります。で、机の引き出しのところに関数電卓がたくさんありますね。なんかポケコンみたいのもちょっと見えますね。これポケコンかな？電卓かな？ちょっとわかんないですけど、なんかたくさん入ってます。次はこちらの写真です。なんかリゴルの計測器であったり、あとは日置、あと HP のなんかやつですか？
置いてありますね。で、左側の方にパワー半導体モジュールがあります。ヒートシンクの上に乗っかってますね。で、見た感じ、これは 6-in-1 のパワー半導体モジュールですか？で、この 6-in-1 モジュールを使って、この人はモーターでも回すんですかね。次はこちらです。左側のところに部品棚がありますね。で、この部品棚が今一番欲しいやつです。部品入れるやつは今、こういう風なプラスチックのケースを使ってるんですけど、ちょっと管理が大変になってきたので、そろそろね、こういう引き出しタイプの部品棚が欲しいんですけど、ちょっと置く場所とかも考えて、そのうち買ってみたいなって思います。で、奥のところに机がありますね。なんかこれ見た感じ、多分自作されてるんですかね、机は。で、机はね、市販品もいいんですけど、やっぱ自分で作るのがおすすめですね。大きさとか高さもカスタマイズできるんで。次はこちらです。なんか工作中の写真を送ってきてくれたみたいです。安定の秋月電子製の部品がね、パッケージに入って、おなじみのシールが貼られてるっていう感じですね。で、この基板のところになんかくるくる巻いてある、インダクターがあるんですけど、なんでしょうね、これは。何か高周波のやつを作ってるんだと思います。なんでしょうね、ラジオのレシーバーとかですか？で、左側の方にはハンダゴテの小手台があって、もう皆さんおなじみの発光の金田橋があります。やっぱこれ買ってみますね、今度。次はこちらの写真です。これは自作の机の上に、オシロスコープであったり、これはリゴルのオシロスコープですね。で、電源であったり、ノートパソコンであったり、置いてあります。で、この方は外国人ですね。今回ね、外国人の方からも結構エントリーをいただいていまして、4人か5人くらい多分写真を送っていただいております。次はこちらの写真です。なんか今まで結構 Windows 率が高かったと思うんですけど、この人は Mac のコンピューターを使ってますね。ここら辺はどうなんですかね。電子工作やる人は Mac と Windows の比率がどんくらいかっていうのも若干気になりますね。プログラマーとかは Mac 使ってるイメージが結構あるんですけど、どうでしょうか。で、次の写真で、こっちは Windows パソコンですね。で、これの面白いポイントは直流電源装置で、あれですね、電源供給してるところですね。自分も前、ドライバーの電池が切れた時に、電源装置を使ってバッテリーを供給したことがあります。今回皆さんに作業スペースを紹介してもらったわけですけど、気づいたことをいくつかまとめてみたいと思います。皆さんそれぞれ作業しやすくなる工夫とかをされてましたね。例えば壁にこの金網みたいのを用意して、そこに工具を引っ掛けるだとか、あとは電線のリールをこういう風に引っ張るだけで、電線が出てくるようにするとか、そういった工夫です。作業スペースを見て気づいたことは、作業専用のスペース、机を用意している人と、あとはパソコンがある机の上を作業スペースみたいにする、そういった感じの人が、だいたい半々ぐらいですね、ありました。で、個人的にはやっぱ作業専用の机みたいのを作ってあげた方が、いいとは思いますね。次のやつは皆さん共通なんですけど、机を必ず壁にくっつけたような形でやられてましたね。で、私はですね、動画を撮る関係上、机はですね、どこにもくっつけないで島みたいにしてるんですけど、そこが皆さんの作業スペースと、私の作業スペースの違いですね。ただ私もですね、動画を撮らなかったら多分机にくっつけて、やってると思います。そっちの方がね、壁にいろいろ引っ掛けたりだとか、多分便利だと思うんで、そうしてると思います。はい、ということで今日は皆さんの作業スペースを公開するという動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。